番組のホストのゆうさんによると、テラスハウスは見ず知らずの男女6人が共同生活する様子をたらたら記録したものです。用意したのは素敵な家と素敵な車だけです。台本は一切ございません。オープニングニューアドーズという番組のすべてのエピソードを見て、僕の初めてのシリーズだから本当に素晴らしいと思った。どんなところでも番組を見ている。テレビでも、電車でも、ベッドでも見ている。西洋のリアリティ番組と比べたらテラスハウスは大きい文化の違いがあると思う。つまり喧嘩があんまりないし、純粋な人が見られるし、僕にとって楽しい番組になった。その上、喧嘩は番組の目的じゃないから発生した時にめっちゃ楽しいだと思う。一番有名な喧嘩は肉事件というけど、他の喧嘩は大抵違う生き方話とかメンバーの態度を介入することだ。僕の一番好きなメンバーは軽井沢から翼ちゃん。心温まる目標があったし、素敵な人格があるし、番組にいる間にみんなは翼のことが好きだった。アイスホッケーの選手としてチームはトーナメントに勝ちたかった。家庭の中でシオン君からいつも励まして、いつの間にかデートに行けてカップルになってよかった。僕の意見で全部のテラスハウスのうちに2人は一番可愛いカップルだと思う。一番嫌いなメンバーはオープニングニューアドーズのシリーズからユイさん。ユイさんは聴衆から嫌いだけではなく、他のメンバーたちもホストたちも嫌いだった。なぜなら必ず喧嘩を始めたし、ひどいグサを分け合ったし、一般的な悔しい人だったと思う。なぜユイさんはとても悔しいだよ。もちろん一番面白いメンバーたちが大抵変な人に気がつく。例えば今のシリーズのルッカ君はカルボナーラを作るときに本当にバカみたいの料理した。なぜならハサミでブロッコリーを切ったり、茹でるパスタこそ卵を割ったりした。そのままで食べた。レシピさえ探せばせめてソースを作れたのに、ルーカ君はどうしても全然料理ができないよ。ルーカ君、レシピを探しなさい。メンバーは家に入るうちに探す生活の目標を作って、出る前にその目標を全うするように頼んだ。大勢は愛を探すためにハウスに入る。何人かせっかくデートに行けて関係を形成するのに、もし他の人が好きだったらドキドキそのメンバーは出るより仕方がない。翔平君の場合はセイナさんが大好きだったけど振られてしまった。最後の瞬間はセイナからランブリングローズという歌を作って歌ながら涙が流れた。寂しみたいね。ルカの目標は8名のエピソードからヒーローになりたいように言った。そんなことと聞いたときに、消防士とか警官になりたいのと考えたが、ルーカだからやっぱり子供みたいな答えがあった。俳優としてマーベルのスパイダーマンになりたくて、CG を使って手から糸が出たい。そんなことと言っても全然英語がわからないし、 What do you want to do this working day? Weekend. Ooh, he's trying. まだ演技クラスに行かないし、その夢を果たすことが無理になる。僕の意見で大きな夢があることは理想的だけど、一方で別に何もしないのはルカがかっこ悪くなると思う。ルカ君、夢を追いなさいよ。エピソードに数回日本の有名俳優に代わって番組を見ながら冗談を言ってどんなメメでも意見を共有する。ホストとしては山ちゃんは一番意地悪くて、せっかくメンバーを冷やかして何よりもいつもドラマを始めてみる。それだからホストたちのおかげで番組はめっちゃ面白くなった。結論としてテラスハウスを見ることは楽しいと思って、もし僕の発表が好きだったら番組を見始めた方がいい。国民的な見てる人のためにメンバーたちが楽しいデートを知ったり、関係を作ったり、喧嘩をやったりが見えるけど、
外国の見てる人は日本の日常生活と文化も経験できる。面白く日本語練習になる間にメンバーたちにカップリングをして本格的な日本の生活を経験できる。